2002年6月、アフガニスタンのバグラム空軍基地。午前4時半ごろ、外で星を見ていたパイロットが星が黒く消えていくのに気づいた。西から東へ、正三角形の何かが音もなく通り過ぎたと述べている。その話を書き取った用紙の下に一文が印刷されている。この文書には FBI の勧告も結論も含まれない。同じ一文が8通の調書すべてに入っている。そのうちの2通に25分進んだ腕時計が出てくる。ただしこの一文はこの事案のために書かれたものではない。FD302 という書式にもともと刷られているものだ。勧告も結論も含まれないと刷られた用紙に何が書き取られたのか。FD302 は FBI が面談の内容を記録するための用紙である。下部の一文は UAP のために用意されたものではない。この書式で作られた文書に初めから入っている。2026年8月7日、この用紙で取られた8通の調書が公開された。事案の年は2002年から2026年まで、場所もバラバラだ。ただし、最後の2通だけは同じ夜の出来事を2人からそれぞれ別に聞き取ったものである。述べているのは、元米軍のパイロット、妻と共に見ていた男性、車に乗っていた人たち、政府の特別捜査官、その他、属性の多くが黒く塗られた人たちである。古い順に1通ずつ読んでいく。1通目は、元米軍のパイロットからの聞き取りである。その終わりの方に、冒頭のバグラムが出てくる。2002年予備役として呼び出され、アフガニスタンにいた時のことだ。大きさは150メートルほどと見積もったが、形の全体までは見えなかった、と述べている。もう一人のパイロットも見ていて、通り過ぎた後、今の見たかと言った。この記述には、FBI が2026年に作った再現図が添えられている。これは写真でも映像でもなく、公開された一覧に芸術的な解釈であり、パーシューという公開計画のための資格補助だと書かれているものである。同じ調書の前半には、2023年10月からの話がある。ボストンからダブリンへ向かう便で、空に白い光を見た。着陸塔に似ていたが、着陸塔ではないと分かった。スターリンクや衛星、流星でもないと思った、と述べている。調書が書かれたのは、2024年3月である。2通目は、2011年の6月か7月。夜の8時か9時頃、自宅から出た車が交差点に差し掛かった。車には3人が乗っていて、そのうちの2人が聞き取りに応じている。1人は空の光に気づいて車を降りた。見上げると巨大な、黒い二等辺三角形の形をした物体が、北へ向かって飛んでいた。三隅に、それぞれ車ほどの大きさの白い光があった。低く飛んでいて、脈打つような低いうなりが聞こえたと述べている。見えていたのはおよそ10秒から15秒である。聞き取りに応じたもう一人は形を違う風に見ている。高度は240メートルほどだったかもしれないと見ている。周りの寸法から長さは60メートル、幅は30メートルほどと見積もった。その上で正三角形に近いと思ったが、割り出した寸法からすると二等辺三角形に近かったかもしれないと述べている。三角形の厚みや横から見た形はどちらもはっきりとは覚えていないと述べている。はじめは真下にいたので側面はあまり見えていなかったと二人は言う。その後携帯を出して撮ろうとしてうまくいかず、一時的にそちらに気を取られた。後ろ側をそれまでよりよく見られたはずのちょうどその瞬間だったと二人は続けている。次の2通はコロラドスプリングス2023年10月。同じ市の同じ月の出来事を記録している。ただし別々の事案である。一方は自宅の裏のポーチ。もう一方は職場の駐車場。見ていたのは一方は夫婦。もう一方は職場で同僚と一緒にいた一人。高度も大きさも光の色も違う。ただしどちらの調書も事案の日にちが黒く塗られている。同じ日だったかどうかはこの2通からは決められない。夫婦は家の裏のポーチに座っていた。22時50分頃、背中側の北東から何かが家の上を通った。夫は高度は低ければ90メートルほどだったかもしれないと述べている。大きさはその高度の見積もりをもとに大型の SUV くらいと見ている。ほとんど透けて見えるように思えたと述べている。周りにはもやか歪みのようなものがあり、水の中のものを見ているような波が出ていた。形は完全な三角形に見えたとも述べている。後ろの縁には銀色がかった青い光の帯のようなものがあった。
夫は、その光が推進の方式によるものかもしれないと考えている。見えていたのは合計で4秒、携帯を出す間もなかった。見えたものについて言い切れないと断っているのは、目撃者自身である。その三角形が二等辺なのか正三角形なのかは、見ていた角度のため決められないと述べている。色は暗い灰色か銀色のどちらかだったかもしれない。どちらでも夜空に紛れると話している。角も縁も丸みを帯びて見えたが、周りの歪みが縁を鋭くなく見せたのかもしれないとも言う。透けて見えたことも、その歪みが作った見え方だったかもしれない、と続けている。その上で、米空軍の機体には無人機も含めてよく通じている。これまで出会ったどれとも違ったと話している。その物体は三角形だけで、余分な翼もフィンも、エンジンの覆いにあたる膨らみもなかったと述べている。直後、夫婦は別々の部屋に入り、妻は縁に沿った暗い縫い目のようなものを覚えていた。もう一通は職場の駐車場である。20時から21時半の間、同僚のところへ歩いて行き、晴れた夜空を見上げていた。左の視野の端に動きがあり、暗い灰色の雲のようなものが入ってきて、そこで止まった。その雲のようなものから、黒い三角形が南ないし南東の方角へ出てきた。三隅には赤い光。大きさは自分が立っていた駐車場ほどあった可能性があると見積もっている。高度は900メートルから1500メートルと見ている。最初はヘリコプターほどの速さで、そこからほとんど瞬間的に加速している。速さについて長所は、マッハ1か2ほどと書いている。断定はしていない。通り過ぎた後振り返ると、その雲のようなものは消えていた。60秒ほどして駐車場にいた本人は自分の妻に電話した。妻は、声がロボットのように聞こえた電子的な干渉が起きているようだった、と述べた。残る4通は2026年の記録である。長所とは別に公開された一覧には、場所はアメリカ西部とある。1通は電波の探知から始まる。話しているのは航空の専門ではない、と自分で述べている人物だ。ただしそのすぐ後に、自家用操縦士としての飛行時間はあると書かれている。その時間の長さは黒く塗られている。16時4分頃、方位のわからない探知の通報を受け、その後の連絡で、方位58度の方向を見てほしいと伝えられた。熱を映す光学装置でその方向を見ると、空に黒い物体があった。写真を撮り、観察を続けるうちに、一つ目の右側にもう一つの物体を見つけて、さらに写真と動画を撮り、二つは同じ速さで並んで動いた。高度も速度も見積もれないと書いている。もう一通は現場で観測に当たっていた特別捜査官の陳述である。本人が書いて署名したものをそのまま写している。21時頃、熱を持った空中の物体を観測したとある。その物体は前の晩に見えた場所より、尾根2つ分ほど西に見え、その分だけ増した距離と地形の隔たりのため、細かな特徴も正確な形も判別できなかったと書いている。この特別捜査官自身は、以前に自分が出した陳述で触れたのと同じ、大まかな観測区域にいたとも書いている。その物体は、前の晩に見た物体と同じ、大まかな西側の区域にあり、似た進路をたどっていたと書いている。その以前の陳述の日付は黒く塗られている。ただし、その陳述がこの発通に含まれるかどうかは、公開された資料からはわからない。この一連の観測の間に、この特別捜査官は、アメリカ陸軍のヘリコプターブラックホークも録画している。見た目と熱の両方で、大きさや飛び方を比べる基準にするためだと書いている。その比較では、物体はブラックホークの半分ほどに見えたが、これは推定に過ぎないと続けて書いている。2026年の4通では、事案の日にちが黒く塗られている。残る2通には赤い光が出てくる。この2通は同じ夜の同じ場所の出来事を、その場にいた2人から別々に聞き取ったものだ。2人の氏名と所属は、どちらの調書でも黒く塗られている。公開された一覧には、いずれもアメリカの人物、とだけある。事案の日にちも2通とも黒く塗られている。それでも同じ場の出来事だとわかるのは、2通それぞれにその場にいたもう1人も聞き取りに応じていて、それが相手の番号だと公開された一覧が書いているからだ。2人のうち1人は電話で聞き取られている。まずその電話の方から読む。電話の方の調書である。21時頃偵察に向かうところだった。22時頃、西の山の稜線に赤い光が見えた。山の上の何かだと思ったが、光は東へ動き出した。
15分ほどして真上に6つから10ほどの光が現れた。最初の光と揃うように動き出し、東ないし南東の方角へ動いていった。その間に光の一つが急に降下して消えた。降下は300メートルほどだったと見積もっている。残りの光も東ないし南東へ進んでそのまま消えた。パッと見ても NOD と呼ばれる暗視装置を通しても一つの点に見えたが、よく見ると、あるいは目を細めると、その一つ一つが三角形かひし形に並んだ3つの光に見えた。どの3つもいつも一緒に動き、離れず、同じものについているように見えたと述べている。この時雲は厚く、星は見えなかったとも書いている。23時50分頃には、東の地面すれすれに2つの光が見えた。NOD でしか見えず、200メートルから300メートルほどのところで止まったように見えた。その時視野の端に素早く動く光の筋が見えた。手持ちの花火や懐中電灯を夜に素早く動かした時のように光の尾が見えたと述べている。光源は窪地に入っていて見えず、明るい色合いだけが北へ動いて消えた。二人は車で東へ向かったが、光のあたりへは行きつけず元の位置へ戻っている。この調書にも25分進んだ腕時計が出てくる。もう一人の腕時計のこととして書かれている。もう一人の調書に移る。こちらはその腕時計をつけていた本人である。出発は19時45分頃。その晩は雨で雲が厚かった。20時から20時半頃、空に2つの光が見えて車を止めて降りた。光は西の山の稜線に沿って動いた。肉眼では横棒のような形でくすんだ赤だった。暗視装置を通して見ると、同じ光が玉のような丸いものに見えた。周りには暗視装置に特有の輪が出ていた。光源を暗視装置越しに見ると、普通に出るものだと調書は書いている。本人はこの装置を25年以上使ってきたと述べている。一方同行者には三角形かひし形に見えていた。自分には乱視があると本人は述べている。見え方の違いはその乱視によるものだとも考えられると調書には書かれている。二つの光は20分ほどで消えた。そのすぐ後によく似た光が一つ真上に現れて10分ほど見えていた。22時から23時の間には東におよそ600メートル、車のおよそ150メートル上にまた光が現れた。光は近づいて自分たちからおよそ400メートルのところで止まった。二つ目の光も近づいて止まり、こちらは地面からおよそ2メートルの高さに見えた。その二つを見ているとき、視野の端の光が高度を下げ、自分たちのおよそ100メートル後ろの枯れた沢に降りた。光源そのものは見えず、その光だけが沢を移動していったと述べている。二人は車で次の交差点まで動いたが、光は見えなくなり、元の位置へ戻っても、もう捉えられなかった。衛星は空を直線で横切るが、これは違った、と述べている。熱を移す装置で捉えようとしたがうまくいかなかった。体に変わったことは起きておらず、恐怖や動揺ではなく好奇心だった、と述べている。ここまで2通を並べてきたが、同じ夜のことでありながら、時刻も光の数も揃っていない。出発は電話の方は21時頃、腕時計の本人は19時45分頃。最初に見た光は1つと2つ。真上に現れた光は6つから10ほどと1つ。東の低い光も23時50分頃と22時から23時の間である。その晩の終わり頃、本人は暗視装置のフィルターを調整して腕時計を見た。車に戻って携帯電話と車のデジタル時計に突き合わせると、腕時計はその両方より25分進んでいた。その時携帯電話は0時40分だった。腕時計の針の方は午前1時頃を指していた。これは記憶に基づくおよその時刻である。同行者のデジタルの時計は携帯や車と同じ時刻を出していた。その腕時計は機械式のアナログで、そこにあった時計の中でデジタルではない唯一のものだった。そして違う時刻を出していた唯一の時計だった。買っておよそ5年、ズレが60秒から90秒より大きくなったことはない、と述べている。最後に確認したのは22時頃で、その時は合っていた。同行者の調書にも同じ25分が記録されている。ただしそれは本人から伝えられた内容としてで、同行者が文字盤を見た、とは書かれていない。その同行者は、彼を長年知っていてきっちりした男だと述べている。
不正確な時計や不備のある装備をそのままにしておく人ではないと続けている。その日は一日中時計を見ていて、それまでは合っていたとも書かれている。本人は時計を直さず、時刻も合わせずに24時間そのままにした。故障し続けるかどうかを確かめるためだと調書に書かれている。その24時間の間、腕時計は正確に時を刻み続けていた。ただし、25分進んだままだった。2002年のバグラムで星が消えるのを見たパイロットは、その後も資料を調べたが、説明のつくものは見つからなかったと調書に書かれている。読める範囲では腕時計の25分についても説明は書かれていない。8通の調書すべての下に同じ一文が印刷されている。この文書には FBI の勧告も結論も含まれない。その一文はこの8通のために書かれたものではなく、面談の内容を記録する FD302 という書式にもともと入っている文言である。この定型文から言えるのは8通のそれぞれに FBI の勧告と結論が含まれていないということまでである。FBI が UAP について判断を避けたという話ではない。見たと述べているのは目撃者で、衛星ではないと思った自分の知る機体とは一致しないと述べているのも目撃者自身だ。FBI は2026年にその証言をもとに再現図を作っている。8通の調書は黒く塗られたところも、下部の一文もそのままの形で、アメリカ国防総省のサイト war.gov で公開されている。原文がどう書いているかはそこで確かめられる。本チャンネルは世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を原文の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。